はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は、これを直せば劇的に変わる間違った書き方の癖トップ4ということでやっていきたいと思います。皆さんの中には絵を描いた時になんとなく初心者っぽさが出てしまう。細かい部分まできっちりと描いているのに絵がのっぺりとしてリアリティが出ない。どこか嘘っぽいイラストになってしまう。なんていう悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。ということで今回はそんな皆様のお悩みを解決するために初心者っぽさが出てしまう間違った書き方の癖トップ4と初心者っぽい絵から抜け出すための4つのポイントについてご紹介していきたいと思います。この動画を見ていただくことでいくら一生懸命書いてもどこか初心者っぽさが出てしまうその原因とじゃあそれを改善してプロっぽいイラストに見せるためにはどうしたらいいのかその方法が分かっていただけると思います。今回お話しする書き方は、プロのイラストレーターやアニメーターならおそらくみんなやっている絵をうまく見せるための基本のテクニックとなりますので、これができていないと、この人は書き方が分かっていないなと思われてしまいますし、当然プロとして仕事がもらえるような絵が描けるようにはならないので、これからプロとして絵の仕事に就きたいと考えている方、または今現在絵の仕事をしているけど、改めて基本の復習をしたいと思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ということで早速ですが、素人っぽさが出てしまう書き方トップ4をご紹介していきたいと思います。今回はこちら、動きとシワがよくわかる衣服の書き方図鑑の152ページ、セーラー服の書き方を参考に解説していきたいと思います。まずは初心者の人がついやってしまう素人っぽく見えてしまう書き方で書いてみたいと思いますので、どこが素人っぽく見える原因になっているのか4つのポイントを映像を見ながら皆さんも一緒に探してみてください。いかがでしょうか。こんな感じで描いてみましたが、このイラスト一見それなりに描けているのでこのままでも良さそうなんですけど、直すともっと良くなるポイントが実は4つあるんですよね。皆さんは分かりましたでしょうか。それでは1つずつ解説していきたいと思います。絵が素人っぽく見えてしまう描き方。まず1つ目は服に厚みがないです。どういうことかと言いますと、こちらの絵のこの部分を見てください。首から肩にかけて体のラインと服のラインがほとんど一緒になってしまってますよね。これだと服に厚みが出なくて絵が平面的に見えてしまって素人っぽく見える原因となってしまうんですよね。服の布が重なる部分も段差がないので全部つながっているように見えちゃうんですよね。ということで絵が素人っぽく見えてしまう描き方の一つ目は服に厚みがないということでした。続いて絵が素人っぽく見えてしまう描き方の2つ目は奥に向かって回り込みがないということです。こちらどういうことかと言いますと、襟のこのラインですが、リアルに考えたら肩を越えて背中側に向かってつながっているわけですよね。こんな感じで奥に向かっている線を表現することを回り込みって言うんですけど、この絵の場合線が直線になってしまっていて奥に向かっている感じが全然表現できていませんよね。こちら側の線も同じで、本来なら内側に回り込んでいなくてはいけないのですが、直線的に描いてしまっています。これも絵に立体感が出ずに素人っぽく見える原因となってしまいます。ということで、絵が素人っぽく見えてしまう描き方の2つ目は、奥に向かって回り込みがないということでした。続いて、絵が素人っぽく見えてしまう描き方3つ目は、服にシワがないということです。こちらの絵を見ていただければわかると思うんですけど、服に全くシワが描かれていませんよね。シワの線の描き込みは絵のディテールアップ以外にも、実は体の凹凸や立体感を表現するとても大事な役割があるんです。例えば、胸の膨らみに合わせて、こんな感じで簡単にシワの線を入れてあげるだけでも、胸が出っ張っているなということを表現できるんですよね。子供向けの作品やデフォルメの効いたキャラクターなど作品によってはシワがないものもたくさんありますので、それでも全然ありなんですけど、この絵のような感じの場合、シワが全く描かれていないと絵が平面的になってしまい、素人っぽく見える原因の一つになってしまいます。
ということで、絵が素人っぽく見えてしまう描き方。3つ目は、服にシワが描かれていないということでした。そして絵が素人っぽく見えてしまう描き方の最後4つ目は、袖、裾が直線で描かれているということです。この絵だと袖の部分のここの線、もしくはここの線がまっすぐ描かれてしまっているんですけど、これも絵が素人っぽく見える原因なんですよね。例えば袖の部分ですが、人間の腕を単純な形に置き換えて考えた場合、こんな感じの円柱になると思うんですけど、服の袖の部分はこの円柱にぐるっと巻きついている線、いわゆるラッピングラインに合わせて描く必要があるんですよね。本来なら体のラッピングラインに合わせてこんな感じで描くのが正解なんですけど、ラッピングラインを意識せずに直線的に描いてしまうと、どうしても絵が平面的になって素人っぽさが出てしまいます。ということで、絵が素人っぽく見えてしまう描き方、最後は袖、裾が直線で描かれているということでした。これを踏まえて、じゃあどう直していけばいいのかという部分を実際に描いてみたいと思います。まずは襟の部分からですが、先ほど言ったように襟が奥に回り込んでいくよう意識して、服の厚みを出すために首のラインと段差ができるように描いていきます。襟の外側も布が奥に回り込んでいることを意識して段差をつけて描いていきましょう。胸当ての部分も直線的に描かずにちょっと山形にしてあげると絵的にはいい感じになると思います。袖の白い部分と袖先の部分は生地が違いますので段差をつけて描くよう意識します。また袖の回り込みも腕のラッピングラインに合わせて描いていきます。身頃の部分は単調にならないように体の形状を意識して少しシワを描き足してあげます。体の流れがわかる大きなシワの線が1本あるだけでも感じが変わってくると思います。裾の部分も直線的にならないように胴体の筒をイメージしたラッピングラインで描いていきましょう。襟のラインも直線的にならないように奥への回り込みと内側部分に回り込んでいることを意識して描いていきます。胸当ての部分の線を足して袖の線も奥への回り込みとラッピングラインを意識して直線的にならないように描いていきます。あとは先ほど同様スカーフを描き足してあげれば完成です。こんな感じに仕上がりました。最初の絵と比べてみましょう。いかがでしょうか？ほんの少し段差や回り込みを意識して描いただけなんですけど、パッと見の印象が結構違って見えるのではないでしょうか。今回お話しした4つの違いは初心者の人がついやってしまう部分なんですよね。これを気をつけるだけでも絵の素人っぽさが直せると思いますので、自分もこの間違った描き方で描いてしまっていたなんて方はぜひ参考にしていただければと思います。次回は後編ということで、斜め後ろから見た場合の描き方のコツと、実際にイラストを描く上で注意したいポイントについてお話ししてみたいと思います。ここで重要なお知らせ。定期的にやっているお絵描きライブ配信では、こんな感じで一度にもっとたくさんのキャラクターを描いていますので、よかったらチャンネル登録をしてライブ配信もチェックしてみてください。また、ライブ配信で描いた絵は下書きと線画をセットにしてブースにて販売しております。ライブ配信で描いた絵をもっとじっくり見たい方はもちろん、ポーズの参考、模写の題材として使いたい人にもおすすめとなっています。早期購入特典としてクリップスタジオ形式のデータもダウンロードできちゃいますので、興味がある方は概要欄のリンクからお早めにどうぞ。あとはオンラインサロンでも絵の講習会をやっていますので、もっと絵が上手くなりたい方、お絵描き仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。